皆さんこんにちは。4月5月は、こんな感じで卒業制作を作っていてずっと忙しかったです。5月の末ぐらいから、だんだん制作も終わってきて、残り少ない時間みんなで楽しもうという感じで割とゆっくりできました。これは町のアイス屋さんでよく友達と最後の方に行きました。6月の頭とかは結構天気が良くて暑かったので、夕方になるとみんなでアイス食べに行こうかみたいな話になってここによく来ていました。あと最後の方は学校でもいろいろイベントがあって、これは寮のメンバーでみんなで火を囲んでパンを作っているところです。という感じで、さっきのはサンセットツアーで最後にみんなで歌ったりして日が沈むまでいました。これはもう本当にエベルトフトの最後の一日で、友達と海に行ってビーチの方でゆっくり過ごしました。で次の日に、フライトに向けてコペンハーゲンに移動しました。でフライトまで4日間ぐらい、コペンハーゲンで時間があったので、前にも動画に出てきたジュリーとか、あとは学校の仲良かった子たちといろいろブラブラしたり観光したりしていました。ここはアマリエンボーという宮殿の前の噴水です。年越しにコペンハーゲンに来た時は本当に天気が悪かったんですけど、6月ともなるとやっぱり天気が良くて、夏のコペンハーゲンは本当に気持ちがいいです。でそこから港の岸壁の方までジュリーと散歩できて、いろいろそこにそのまま座って話をしたりしてゆっくり過ごしていました。で他の日には、デンマーク人の友達がみんなコペンハーゲンに帰ってきているので、街の中をいろいろ案内してくれたり、いろんなところに連れてってくれました。これはまた別の日で、友達と千堀公園に行こうという話になったので、千堀公園に行って、その後船でコペンハーゲンを一周するというような感じで一日中遊びに行った日です。デンマーク人の友達の家に泊まらせてもらってたんですけど、そこから町の中心地の方までバスに乗って向かいたいと思います。友達の家も結構町の中心の方にあるんですけど、コペンハーゲンの中央駅で待ち合わせをしているので、そこまでだいたい10分ぐらいかな、バスで向かっています。この中心地からこの橋を渡った先のノアブロというエリアに友達は住んでいるんですけれど、結構こういった自然の景色も綺麗ですし、街の中にもおしゃれなお店が多くて、すごい素敵なエリアです。ということで中央駅に着いて友達と合流をして、あと一人到着するのを待っているところです。まずは千堀公園でみんなで少しゆっくり遊びました。本当はクリスマスシーズンにコペンハーゲン来てた時に来たかったんですけど、当時はロックダウンでやっていなかったのでようやく来ることができました。こんな感じで普通の遊園地ですね。普通のといっても結構中が可愛らしい感じで、ユニークな遊園地です。ニューハウンという港の方に今向かっているんですけれど、歩いていたら衛兵さんたちに遭遇しました。
なかなかどうなんだろう、こうやって歩いているのを見る機会はないのかなと思うのでラッキーでした。先ほど出てきたアマリエンボという宮殿で普段は警備をしている方たちで、今向かっているニューハウンというところがアマリエンボから割と近いので、多分同じルートを通って私たちと目的地がほぼ一緒なのかなっていう感じです。でここは、街の中心の有名な広場です。でニューハウンに到着しました。ちょうど到着した時にまた兵さんたちがここの辺りを通っていて、この道まっすぐ行ったところにアマリエンボがあるので、やはりそちらの方に向かっているんだと思います。で、船に乗る前にちょっとお昼ご飯を買おうとお店のところに行きました。なんかデリ的な自分で好きなものを選んでサラダを作ってくれるみたいなお店みたいで、すごい可愛らしいです。テラス席がこんな感じであります。これは友達が買ったサラダです。美味しそうですね。で、ご飯を買ってこのボートに乗ります。これ私がコンビニ行ってる間に誰かがチケットを50クローネで払ってくれたんですけど、そういえば返してないな。でこういう感じで子供がすごい多かったですね、この時は。ここに乗り込んでいきます。でこの向こう側に見えるのが有名なニューハウンのこのカラフルな建物です。で、こんな感じでツアーが始まります。デンマーク語でこうやってずっと説明をしてくれた後に英語で説明をしてくれるんですけれど、通ったところの歴史とか、ストーリーをいろいろ教えてくれます。まずはこのニューハウンのこのカラフルな建物のところを通って、川の方に出ていきます。dug out by Swedish prisoners of war in the 17th century, and was also here where Hans Christian Andersen had his home when he lived in. Look at this. 13-årig fra Odense, og det var meningen, at han skulle have været balletdanser inden for det kongelige teater. Det lykkedes ham dog ikke, men de mente, at han var for klodset og for grim. Da afvisningen var, at han fortsat landet til efterfølgende blev til en af verdens mest berømte eventyrforfattere. Der er både en enkelt område. 川の方に出てくるとこういう感じで、もっと開けた感じになっています。で向こうに見えるのがオペラハウスですね。で川の方を回ってきて、また市内の運河の方に入っていきます。Helt i starten havde kongen det faktisk meget svært med at få folk til at flytte herover til, og området lå rigtig langt væk fra det nærværende bycentrum, og også meget udfordret. Til sidst dog lykkedes det kongen at lokke folk selv, da han lovede det gode med en 12-årig, at skulle betale skat. But now sent it to Christianshavn, or Christians Harbour in English. It was built by King Christian IV in the beginning of the 17th century. At the start, though, the king had many difficulties getting people to want to move here because it was very far away from the city centre and also very muddy. The king was ultimately successful, though, when he promised future residents they could live here for 12 years without having to pay any taxes.
短かったようで長かったデンマークでの10ヶ月が終わってようやく帰国となりました。今後はイギリスで大学院に行くことになりましたので、イギリスでの生活をお送りしたいと思います。ですので興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。